はい、どうも始まりました。始まりました。本日の質問コーナー。バーガーキングのワッパーって何？ちょっと待って、音楽全然関係なくなっちゃう。マクドナルドとかさ、モスバーガーとかいろいろあるわけやん。あるな。バーガーキングのメニューワッパーなのよ。ワッパーって何やねんちょっと待って、マジでわかんないんで、これ皆さんワッパーに詳しい人いたらコメント欄で教えてください。というわけで本日も、質問たくさん来ております。お願いします。雨の厚田さん、シングルコイルで PC やモニターアンプなどが近くてどうしてもノイズを拾ってしまいます。特にディストーションを踏んだ時にノイズが増幅されてしまうので、ノイズゲートをかけて暫定的に対処していますが、サスティンが不自然になったりするので、ノイズゲート以外の対処法はありますか？僕はですけど、その場所動きます。物理的にね。そうもういや部屋6畳でもここしか座るとこなくてしょうがないんですだったら、レコーディングの時とかに角度こことここでノイズ違うんよ。この形キープしていくとか、ピックアップノイズって周りのねいろんなこの影響をピックアップがこう拾っちゃってることによって生まれるノイズなので、もう拾わないようにするのが一番。ライブハウスなんかでいうと照明とか LED のノイズ、拾うよね。どうしてるのそれ1でしかないよね。1 1かもうそのノイズゲートをかけるかっていうぐらいじゃない。でどうしてもここが限界だけどやっぱりノイズちょっと乗っちゃってますっていう場合どうするかっていうと、僕はノイズゲートはあんま使わないですね。音の切れ方が不自然に切れちゃったり、ノイズ消えてないみたいな問題が起きたりもしやすいので、弾き終わったらすぐゼロにする。でここで切っちゃうと別に止まるんで、ミックスされてるんで両方ゼロにしないとできないですみたいな、そういうこともあるんで、その場合はハイインピーダンスのボリュームペダルとかをギターの直後に置いてノイズカット用に足で切っちゃう。そうですね。ボリュームペダル、ね。他の動画でも言ったんですけど、ノイズ切るときに僕的に正義なのはやっぱボリュームペダルで、ボリュームペダルの位置は歪みペダルとかがあるんだったら歪みよりも後、空間系の僕は前にボリュームペダルを入れることによってピックアップのノイズもそこで消せるし、歪みエフェクターで電源のノイズとかも増幅されちゃってるっていうものについても切れるんで、これがいいんじゃないかなと思いますね。ジンさん、質問です。はい。マルチエフェクターに真空管のプリアンプを組み合わせればマルチ特有のデジタル的な質感は軽減されるのでしょうか？皆さん結構マルチエフェクターのマルチ感っていうかデジタル感にお悩みなのかな。確かにでも俺も気になるよ。デジタル集っていうかデジタル感ね、デジタルで作った音っていう感じだけど、確かにやり方としてアナログのプリアンプを組み合わせて作るっていうのもありだと思うし、デジタルプロセッサーの前に自分が好みのバッファー入れるみたいなやり方もあるんだけれども、今ちょっと聞いて思ったのが、こういうの試してみては皆さんどうですかっていうのが、マルチエフェクターの歪みのエリア前後で余分な広域と低域をカットしてみるっていうのどうかな。デジタルプロセッサーって良くも悪くもすごくワイドレンジっていうかハイファイっていうか全部の音をきれいに出そうとしてくれるんですね。これをクリーンとかをすごくなんかクリスタルな感じのクリーンでみたいなやりたい時はそれはすごくいいんだけれども、歪みとかファズの音とかでもこんなに出ないんじゃないっていうところまで出ることがあるので、そこを意識したイコライジングみたいなことをすることによってデジタル感が薄れたぞって感じることがあると思うんですよ。なるほど。デジタル感の正体はそこにあると、そこにもあるし、あとそこ以外にも AD 変換 DA 変換って一回デジタルになることによって、その音全体がちょっとどうしてもデジタルのアニメを通ってきましたみたいな感じの音になっちゃう。そこはねプリアンプとか前段のバッファーとかでアナログ感を足していく必要があるんだけれども、そうするといいんじゃないかなと思いました。ユーザー CQ4 なんちゃらなんちゃらさん、はい、質問です。はい、アクティブベースはそもそもローインピーダンスだと思うのですが、足元の一発目やクワッドなどのマルチの前段にバッファーを置いているのをよく見かけるのですが、みんな置いてるじゃんバッファー。これはどういう目的なんでしょうかと。さらにローインピーダンスにしたいってことなのでしょうか。大変お忙しいと思いますが、お返事いただけると幸いです。はい、ありがとうございます。ご質問合ってます。アクティブベースから出てくるのってプリアンプが通ってるんでハイインピーダンスじゃなくてローインピーダンスで出てくるんですけれども、ローインピーダンスにもローインピーダンス度合いみたいなのがあるんですよ。いくらからですかみたいな、そういう話になってくるとこれまたあんま定義はないので難しいんですが、落ちきってない状態で出てくるのでバッファーを通ることによってしっかりローインピーダンスに落ちるっていうことはもう実際あります。
なるほど。プロのベーシストさんとかもね、まさに今僕が言ったようなことを気にしてちゃんとインピダンスをボードの先頭で落とすようにしてますみたいなことをおっしゃってる方もいらっしゃいますし、これはあると思いますね。気にしたことある？アクティブベースのインピダンスがどうこうみたいな。ローインピダンスの中に、さらに上中下みたいなのがあるってことやね、今の話って。それは何にも知らんかった。ああ、ほんまに。でもあんまりね気にしすぎなくてもいいです。強いて言うならボードのドア玉にローインピダンスのボリュームペダルとかもパッシブの製品を置いて、そこにアクティブベースから直撃で刺すと若干音痩せすることがある。そのインピダンスが落ちきってないがゆえに、そういう場合はもうハイインピダンスのボリュームで受けちゃった方が音の迫力が減らないっていうこともあります。でローインピダンスのボリュームペダルしか持ってないんだったら、バッファーの後にローインピダンスのボリュームペダルを持ってくると、そんなに音痩せなくなったぞみたいなこともあります。ほう、はい、かまかまさん、このチャンネルのプロのペダルボードシリーズとか見てると、ありがとうございます。スノコ型のボードの人が少ない気がするのはなぜでしょうか？いいところ目がいってますね。僕のチャンネルでね、プロのペダルボード紹介っていうシリーズがあって、いろんなボードをお持ちいただいてますが、スノコボード一人もいないな。これ、高橋くんなんでだと思いますか？スノコボードって何？格子状になっててさ、高くなっててさ、裏に電源とか配置できたりする、今割と流行ってるペダルトレインとかさ、スノコってわかる？押し入れとかに入って湿気ないように、昔から日本にあるでしょ、スノコって。ああいう形したボード。あれやね、俺。でしょ？プロの使用率すっごく少ないんですよ。ごめん、高橋プロやのに。知りたい。知りたい。多分これっていうのが、足が疲れる。どういうこと？スノコボードってボードに高さがあるでしょ。で、その上にスイッチャーが乗るとすごく高くなるんですよ。その分足上げないといけないんですよ。月1のライブとかなら気にならないと思うんですけれども、プロってね、本当に何回もスイッチングするわけですよ。それがもうツアーでずーっと続くと、少しでも体にかかる負荷を減らすために平たいボードの方がいいんだと思う。なるほどね。考えたことなかったな。あとは結構プロ用の大きいボード、めちゃめちゃ大きいボードとかでスノコ型ってないんで、ツアー用のアルモアとかのすごいガッチリした高いボードがあるんですけども、そういうやつがね、どうしても全部フラットタイプなので、逆にちょっと傾斜がついてるから、踏みやすいのかと思ってたわ。そういう方もいらっしゃるかもしれないですね。他にもこうじゃないかっていう理由思いついた人あったらぜひコメント欄で教えてください。確かに気になる。HCB さん、いつも動画拝見しています。質問失礼します。SG タイプのフロントピックアップの音が出ない時があります。つまみはフルテなんですが、何が原因でしょうか？いつも叩いて直しています。昔のテレビの直し方、逆にすごいけどね。逆にすごいね。なんか愛着湧いちゃうよね。でもそれすごく困るね。配線がちょっとだけずれてるんじゃない？そうだと思います。ハンダが接触不良っていうか外れかけていて、叩いて当たると音が出るって、もしくはピックアップ側は線細いんでね、そっちが切れたらもう多分二度と戻んない気はするんだけど、いやー、そんなことあるんだ。楽器屋さんにじゃあ持ってっていただいて、たまに音が出たり出なくなったりするんですけどって言って見てもらうと、ピックアップ側かセレクターのあたりだとか、なんかその辺かなっていうあたりをつけられると思うので、原因が分かったらちょっと教えていただきたいですね。そうですね。こちらは原因分かったらぜひコメント欄で、僕見てますね、コメント全部。ぜひお願いします。ボーイーさん、いつも勉強させてもらっています。質問お願いします。ワウペダルを使用して曲を覚えることになり、ワウペダルを買って使ってみたのですが、自慢のエフェクターの音がって思うくらいしょぼくなります。音や個性として受け入れて、彼女と一生を共にすべきか、別れを選び、新たなパートナーとの出会いを求めるべきか悩んでいます。黒く武骨な見た目だけで GCB95 を買いましたが、今は5359か XW1 で悩んでいます。なるほど。なんかおすすめあれば教えていただきたいです。多分ワウをオンにした時の音がだいぶ変わっちゃったってことかな。そういうことだですね。思ってんのと違うってやつだね。これはね、でもワウペダルの個性だと思って楽しむしかないですね。特にね、踏み込んだ時ってそのワウのフィルターがギャーっていう感じになるので、お持ちのね歪みエフェクターのその好きなサウンドからいい意味でかけ離れる、それがやっぱりワウペダルのサウンドの特徴だったりするので仕方ないことなんですけども、どうしても好きになれないっていうんだったらエキゾチックのワウとか、あれ側面に設定を調節できるところがあるので、そっちの方が自分の好きな歪みエフェクターと組み合わせた時にこれならいいかもっていうような音が作りやすいのは事実ですね。なるほどね。オフってる時もつなぐと音痩せするみたいな。それは、あんまりしないんですけど、ワウをループに入れちゃって、常時オンにしといて、スイッチャーでワウをカチッとオンにしてすぐ足をそっちに持ってってやるみたいなこともできますけどね。心配だったら次は自分の歪みエフェクター持って楽器屋さんに行って組み合わせで試奏してみて、
どのワウペダルがいいかっていうのを探しに行くっていうのも勉強の一つだと捉えてやるといいんじゃないかなと思います。なるほど。はい。ハレルヤさん、うん、いつも動画を見て応援しています。ヒデさんに憧れてギターを始めて1年が経ち、今年から高校生になって軽音部に入りました。軽音部ではライブでいろんなジャンルの音楽をやりたいと思っています。はい、高校生が買えるぐらい、5万から8万。結構やね。結構いいよ。で、1からヘクター類を買い揃えるとしたら何を買いますか？長文ですみません。これからも頑張ってください。ありがとうございます。まず高校生でヒデ、なんかもうめっちゃ嬉しい。僕たちヒデ世代なんですよ。めちゃめちゃ。僕たちが高校生の時にヒデとかすごく、ソロ活動されて、XJAPAN ももちろん聴いてるし、ヒデの曲最近ちょうど聴いてたんだけど、めっちゃ新しいよね、常に。ロケットダイブね、ちょうどこの間、なんで新しいんかを研究しようと思って、いつの時代に聴いても新しく聞こえるなと思って、テンポどんぐらいなのって思って、それから調べようと思ったら、これワンチャン一発撮りしてんちゃうかな。嘘。イントロと B メロあたりぐらいから、テンポが違うのかふわふわしてんのかちょっと分からへんねんけど、わざと変えてる可能性もあるんやけど、あんなデジタルやのにこれ一発。いやすごいよね。めっちゃかっこいいよね。今でもさ、それこそ高校生とかがさ、ロケットダイブカバーとかで、こうショートとか上がってきたりするやん、たまに。いいよね。ご質問もすみません、答えますね。5万から8万。5万から8万。結構やね。割と何でも買えるんだ。買えるよね。そんだけご予算があるんであれば、1個のマルチにガンっていくよりかは、マルチプラスコンパクトでやった方がいいんじゃないかなと思いました。っていうのは、マルチを買っても、その後なんか組み合わせでコンパクト買いたいなって思うって、結局そっちを買いに行くんだったら、好きなギタリストさんが例えば OCD 使ってんだったら OCD でもいいし、ライムトーン量だったらジャッカルとかすごくおすすめだし、探すポイントとしてはしっかり音の輪郭が残るやつにした方がいいです。音の芯が残らないような歪みエフェクターもあるんですよ。どこっていうのはこの場では差し控えますけども、そういうのは避けてアタック感が残ったり、楽器のボリュームに追従するようなやつがいいんじゃないかな。エキゾチックの AC ブースターの V2 とか、これもこの間動画でやりましたけれども、ベムラム系でもいいし、そういう有名どころのやつ、なんかそういうのを楽器屋さんでいくつか弾いてみる。でマルチはですね、なんだろう、何がいいかな。ヒデさんに憧れてっていうのがあるから。ね、でもね、ヒデサウンドはね、あの頃今売ってるような空間系って本当になくて、ボスとかズームとかのマルチに入ってる普通の空間系で大体そういうの音出せるんですよ。だから予算の範囲内でマルチを1個買って組み合わせてやるんがいいんじゃないかなと思いました。でもちょっと待って、曲によっては結構いなたいやつもヒデ使ってんだよね。これはちょっともう好みですね。どの曲とかなんかっていうのがめがけていくといいかもしれない。そうかもしれない。いや今回もたくさんご質問ありがとうございました。こんな感じで質問募集してますので、コメント欄でぜひ皆さんも気軽にご質問、なんか何でもいいですよ。もうなんかなんだっけ、初めのバーガーのなんだっけ、ワッパーね。ワッパーについてはちょっとなぜそれを選んだのかちょっと本当に連れてきてほしい。もう何でもいいんでね、書いていただけると嬉しいです。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。それじゃあまたの動画でありがとうございました。